こんにちは。今回は奈良県天理市にある下池山古墳について楽しくレポートします。内容はこの古墳がどんな古墳か、そしてもう30年前になりますが、1995年から96年に実施された発掘調査の内容、最後に空撮動画をお届けして下池山古墳の魅力に迫りたいと思いますので、よろしくお願いします。まず下池山古墳の場所を確認します。大大和古墳群の中に存在し、他にも大きな前方後方墳が見られる西殿塚古墳のごくごく近くにあります。古墳のファンの方は結構近くまで行かれているのではないかと思います。ちなみに大大和古墳群という呼び方ですが、現在では安曇山古墳、渋谷向山古墳がある柳本古墳群、そして橋墓古墳がある橋中古墳群を合わせて全体で大大和古墳群と呼ぶ場合もあります。 Google マップで確認するとこんな感じです。西殿塚古墳の被葬者と何か関係があったんでしょうか。空撮画像で見てみます。ちなみに左の中山大塚古墳は前方後円墳ですが、下池山古墳と非常に似ている石室の古墳で、両方比較もおすすめです。ここから徐々に下池山古墳の凄さに迫っていきます。墳丘の全長は115メートルということで、前方後方墳としては全国6位の規模となります。また築造年代は4世紀前半と想定される古墳です。全国6位というと大きいけどとんでもなくすごいってほどでもないのではと思われる方がいらっしゃると思うのですが、この点をここからレポートしていくので期待してください。まず前方後方墳の第2位となる旅籠塚古墳。この古墳が残念なことにほぼ原型をとどめていません。過去の発掘調査においても復元を想定することが困難ということでした。下池山古墳と時期が同じと想定されるため、比較できればより解明できることがあったんでしょうけど、大変残念なことです。また第4位の新山古墳ですが、こちらは奈良県内でありながら少し離れた場所にあり、墳形が大大和古墳群の古墳とは明らかに異なります。どちらかというと全国で見られる前期前方後方墳に近い形状でしょうか。さらには第1位となる西山古墳は半分前方後円墳だったりするので、純粋な前方後方墳となると下池山古墳の考古学的価値はとんでもないと思うわけです。次に過去の発掘調査によって判明したことをレポートします。発掘調査は1995年から96年に行われました。墳丘は果樹園に利用されていたことにより、開墾によって前方部がどのくらい広がるのかはわからないそうです。現在は絵鏡式のように細長い形状になってます。一応勝手な妄想で復元を想定してみました。石室自体は数回にわたる盗掘によって破壊されていたそうですが、それでも素晴らしい縦穴式石室が明らかとなりました。石の積み方は徐々に斜めに両側壁が狭まり、その上で天井石が置かれる構造です。桜井茶臼山古墳と比較すると違いがよくわかります。下池山古墳は複数回の盗掘を受け、縦穴式石室には副葬品などはわずかに残っていたに過ぎませんでした。通常盗掘を受けていることはよくあることであり、測量調査ができただけでも収穫と言えますが、実は調査によって石室とは別の小さな小部屋があることが発見されたのです。小石室は石材で区切られた小部屋になっていて、この中になんと 37.6 センチメートルもある巨大な内向家紋鏡が大切に保管されていたのです。内向家紋鏡とは前期の古墳に埋葬されている鏡であり、弥生時代の墳丘墓平原墳墓で発見された40センチメートルを超える巨大な鏡が有名です。また三種の神器の一つである八田の鏡とは内向家紋鏡のことではないかとも言われる鏡なんです。その鏡が下池山古墳の特別な小石室から発見されたのでした。ちなみに柳本古墳群の一つで大和天神山古墳で
大量の鏡が発見された中にも内向家紋鏡があり、その大きさは 23.8cm。これが普通の鏡の大きさであり、下池山古墳の鏡がいかに突出して巨大かがわかります。これだけでも十分に大発見なのですが、実はこの鏡には織物の痕跡が付着していたのでした。つまりこの鏡は小石室に織物で大切にくるまれ保管されていたことになります。織物は毛織物と絹織物を用いたものであることも判明しています。また鏡には漆を塗り重ねた鏡著と呼ばれる箱に入っていた痕跡も発見されました。この鏡が単なる副葬品のレベルを超えた何かであることが伺えます。お待たせしました。いかにすごい古墳かお伝えできたと思いますので、最後に上空から古墳をご覧いただければと思います。でしたでしょうか。今後も古墳の魅力を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。